やると触ってそんなにやってないんだけど、面のツヤが揃うだけで、ツヤというか粗さが揃うだけで、あ、ツルツルだ、本当だ。お疲れ様です。前回ね、この一枚板を磨いたんですけど、今回この裏面もね、削りつつの、まだ確か前使ったね、ニスとオイルステインが残ってたので、あれも、どちらか塗れる方塗っていきたいなと思います。よし、じゃあ、かけていきます。今ね、こちらこの温かい手袋をつけているんですけれども、こちら視聴者様が送ってくださったものです。ありがとうございます。この時期本当に重宝しますね。今だって雪がね、あれまた雪大粒になってきたよ。やばいなまあ雪かきする時とかにそうだね、使わせていただきます。これあったかくなるんですよね、ボタンを押すと。本当助かってます。ありがとうございます。そうですね、あったかい。全然違う。よし、じゃあやっていくか。全然違うね、やっぱちょっと削るだけで。削りすぎも良くないんだよ。60眼って粗いからデコボコになっちゃうの。削りすぎると表面だから60で鳴らして面の粗さを整えるためのヤスリだから、そういうことか。基本的にはやりすぎ厳禁。次80。あと60と80ってあんまり数字飛んでない場合はさーっとがけでいい。そうなんだ。やると触ってそんなにやってないんだけど、粗さが揃うだけで。ツルツルだ、本当だ。そう、かなり滑らか。最後にもっと細かくしたかったらもう1000番とかそういうやつで磨いていく。そうすると光るんだよ。そう、今度の180。どんどん細かくして。まあもうほとんど完成。ツルツル240で。本当だ、木目の感じがいいね。そうね、雪が降っておりますね。かなり積もっちゃってます。まあもういい。おお、ツルツルに。いいね。表は表でこう今磨き尽くして1時間ぐらいかけて磨き尽くして、これはこれで綺麗な味になったし、裏は裏で味だね。かなり味の出て綺麗だけ60だってちょっと粗すぎるで、180ぐらいでちょっと粗さを整えて、一応80かな。雨に変わった？よくわからないんじゃない？綺麗になるな。
いやめっちゃ出てくるこんな溜まっとった80ぐらいで終わりだな、うんうんここは。おおかなり綺麗綺麗になったけどうん削りすぎた感がある。あ若干こっちの方がさ、うんちょっと細いっぽいじゃん。確かにそういう傷でへこみがあったり傷があっていいんだけど、うんまあこっちは切った方か。あそうだと思うそう切った方だからもうしょうがねえけど、こういうっぽい方がかっこいいじゃん。確かに味があってかっこいいなんか逆の面だとどうなってる全然違下うわ側だからなんか加工した木みたいになっちゃってるか本当だザ加工って感じのつるんとしたら、あえてこういうボロボロ感があった方が全然こっちの方がかっこいい確かになんか艶もあるし続いてね以前使ったこちらのオイルステインが残っているのでこちらに塗っていきたいと思いますもうすでにかなりねもう味がありますけどねいやここからさらにこれを塗ることによってどう変わってくるのか楽しみですよね前回の動画でもね視聴者さんがこれは看板にしたらいいとか魚のまな板がいいとかテーブルだよねとかいろんなコメントをいただいてたんですけどねもっと他になんかこんな使い道いいんじゃないかなっていうのがありましたらいろいろとねコメントで書いてくださると嬉しいです側面タオルで拭いてる感じも引っかかりがないねやる前だったらあんなトゲトゲだったからザラッザラってなってあれだこれまた一気に味が出てきたよめちゃめちゃに塗っちゃいがちだけど、綺麗に伸ばした方がムラなしになるほどねいい感じの色になって伸びるだけ伸ばして俺個人的には薄い方が好きなんだよ。色が元の色がこの土台と意外となんか合わさってるけどななんかこの土台昔の机っぽいなんかね昔なんかこういうこたつみてえなありそうだよねこういう机こういう感じがあります意外とね普通の足じゃなくて中心にこうバッと置くタイプのこんだけ厚い板ならそうやったって安定感はあるだろうし使えるんだったらでっかい1枚だと使いたかったけどマジで使いたかったそこは悔しいな。まあ腐っちゃってたからしょうがない。そうだね
均一にしたい場合は、拭けばいいんだろう。あんま変わんねえぜ。ああ本当だ。若干だから溜まってることが水滴が落ちるだけ。あでも綺麗綺麗。かなり落ちる。もっと汚れがあったのがちょっと痛み感が欲しい。このやっぱ側面がベストなんだよ。そこいいよね。この感じがいい。いやめちゃくちゃいい。本当だ。なんかもうちょっと傷んでたらよかったね。アリを解き放ってなんかくり抜いて彫刻刀で。彫刻刀。そういう加工もやってもいいかも。全体的にカミキリムシをここに卵を産ませて、そしたらカミキリムシの幼虫も取れて味もついて気づいいんじゃないか。いや完成だね。とりあえずまあ完成とかまだもうちょっとの加工はいるけど、そうさせてニス塗ってあとはまあどうするかだね。このまま机にこういう感じにしてもいいし、まあベンチにもしようと思えばできるし、看板でも無理だろ。ちょっと見たことない形のベンチね。でもこんだけ厚きゃ座れんことはないじゃん。まあでもそうか、ベンチにしちゃちょっと狭すぎるか。それかもっとなんか長いちょっと丈夫な木をさ、んこんぐらいのバーにあるさ、あるじゃん。立ちはい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 。こんぐらいの高さ。それもありだな。いいね。バーカウンターの高さみたいな。こういいぞこれ。本当にこれ捨てんでよかったね。これはここだけでも切り抜けて使えて。とりあえずこれは乾燥しないとなんで、もう今回はちょっとここまでやるね。またどういう足をつけるかは、それこそこういうね丸いのこのままこれ合体させてもそれもなんか思ったけど、そういうさ、うまく流木、これはちょっとあれだけど、真ん中に流木くり抜いてさ、うわこう立たせりゃちょっとおしゃれなの。ちょっとおしゃれ。確かにそれおしゃれだね。穴開けて流木入れて、ああ見たことないし。流木の足はなんかまあ、別ので固定するとして、ちょっといろいろ本当やってみたいな。なんかそういうの使いようがあるし面白いね。それ私ちょっとねいろんなアイデアありましたらぜひコメントで書いてみてください。とりあえず今回はここまでということで、はい、それではお疲れ様でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは年内チャンネル登録者数10万人を目指して今年も頑張ります。引き続き応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。